はい、じゃあ普段使っている道具の紹介をさせていただきますと。はい、これが普段使っている剪定バサミですね。剪定バサミということで、太い枝を切るものではなくて枝先の細かいところを切る道具となります。なのでこの先端ですね、この先端が細くて長くなっているもので、普通の大久保バサミとかだと太くてごつくなっているんですけれども、それとは違って細かい枝を切るために薄くて細くなってます。これが非常に使いやすいのでいつも愛用してます。はい、でそれと同時に今度枝を切る道具ですね。ちょっと太い道具ですね。それか少し太いものはこういう先が細くなった又枝切りを使ったりとか、こういったものも市販されてるんですけれども、ニッパーですね。これですと枝も切れますし、針金も一緒に切れるんで、作業効率がいいんでよく使ってますと。はい、あとこういった、根切りとか又枝切りってあるんですけれども、又枝切りってこう平らに切る道具ですね。枝を切る道具で、うちでよく使っているのは根切りなんですけれども、これ普段根っこ切る用途で使うものを枝を切るのにも使ってます。なんで枝切るの使ってるのかっていうと、意外とこの刃がね両方に噛んでるんで、太い枝をこの又枝でギュッて切ると先端が開いちゃったりよく壊れるパターンがあるんですけれども、根切りですとこう開くってことがないんですよね。そのまましっかりギュッと噛んで切れますんで。なのでこれでよく枝を切ったりしてます。これ非常に使いやすくて平らに切れるんでおすすめだと思います。でそれと同時に枝の心拍とかそういう作業をする場合って意外と陣を作ったりしますよね。でそういった時にこういうこぶ切りっていう枝の処理をする道具なんですけれども、こういったものを使ってその陣を作っていきます。でその同じこぶ切りでもこの R ですね、この R の角度が違うのお分かりですかね。こっちはちょっと内側に入ってる、こっちは外側に開いてる感じになるんですけれども、それによって切れ方が違ってくるので、意外とこっちの中に入ってるのは使いやすくて、陣車両を挟んで剥いたりとか引っ張って皮を剥いたりもしやすいですし、逆にこっちの場合はえぐって取れることができるので、そういった用途でも使いやすいということで、こういうのもちょっとした差ですけども使い方が違うということでこれも使ってます。はい、であとは皮を剥いたりするね、今の時期ですとやっぱ雑木のちっちゃい芽を描いたりするのにも使える陣作りですね。普段は陣を削ったりとかする道具なんですけれども、これでちっちゃい芽をね、もみじの芽を描いたり、欅のね、カエルの芽を取ったりすることもできるんで、いろんなねサイズに合わせて使えるように用意してます。はい。はい、でこれがピンセットで歯医者さんのピンセットになるんですけれども、これも先端が細くて、細かい作業に向いてて、万能に使えるということで、植え替えの時にね根っこを描いてもいいですし、草取ってもいいですし、そういったのに使ってます。あとなんだろう、これですね。あと針金切りも大きいものですね。こういう、これは盆栽用じゃないんですけれども、これだと割と太い針金まで切れるんで、太い針金はこっちで切って、白く細いものは盆栽用の針金切りで切ります。はい、でもう一個このちっちゃい針金切りなんですけれども、僕はこれ非常によく使ってまして、これなんで使ってるかっていうと、これね普通針金切りって手通さないと枝切れないんですけど、こうやって切るんですけど、自分めんどくさいのでいつも小指にこうやって入れて、でこのまんま切ってます。針金かけて切る、針金かけて切る。でこれ何回も毎回指入れたりするの僕あんまり得意じゃないので、もうずっとこのまま持ってかけて切ってかけて切ってっていうのをやるためにこの形状のものを使ってます。これ非常に使いやすくて、これ一番長く使っている道具ですね。はい。あとはこういうやっとこっていうね、大きいちっちゃいあるんですけれども、これで針金をね取ったりとか陣を剥いたりとかいろんな用途に使えるんで、これも大きいちっちゃい、首が曲がってるのとかあるんですけども、大体はもうストレートのこれをうちは使ってますと。はい。そうですね。あと細々なものでブラシですとかそういったもの
使って、一連の作業をしていきます。こんな感じですね。